こんにちは、ゆうです。前回までのリクエスト企画ではたくさんコメントをくださりありがとうございました。実際に使ってくださる方のご報告もいただき、改めて企画をやってよかったなと思いました。参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。さて、企画も一段落したので、今回からいよいよ島クリエイトをしていきたいと思います。テーマは引き続き地中海に浮かぶ架空の小さな島というイメージで街づくりをしていこうかなと思っているのですが、本格的に地形を変える前に道に使うマイデザインを作りました。今日はそのマイデザのご紹介も兼ねて、撮影用に仮組みしていたこの案内所の周りをイメージチェンジしていこうかなと思います。マイデザを気に入って使ってみたいと思ってくださった方は、使い方の参考として見てみてください。今回は街の道をかっちり丁寧に作りたくて、石造りの道のマイデザを作りました。こんな風に土の地面から街灯がニョキッと生えているところにも、下に敷く硬い基礎のように見えるパーツが欲しいなと思っていました。それからこの生垣や柵の下、この地面の部分にも敷いて、よりくっきり区画を分けるパーツを作りたいなと思っていました。サンクスギビングのベースも大好きでよく使うアイテムなので、この下に敷いても違和感のないようなパーツを作ってみたいと思います。色味の参考としては、この案内所の柱の部分、ここの色に合わせてマイデザを作っています。以上のことを踏まえて案内所に続く道をしっかり作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今回は主に柵の下にマイデザを敷いていきたいので、その部分の片付けをしていきます。マイデザを貼っても途切れないように島くりの道を1マス分幅広くしました。早速道の縁に今回作ったマイデザを貼っていきたいと思います。まずはこのエンボス加工をしたストーンプレートというマイデザインを使っていきます。試しに一つデザインを貼り付けてみましょう。透過ドットを打っていないので、島くりの地面からちょうどはみ出すように敷くことができます。1枚の石のプレートで上の面に薄くポコッと凹凸をつけてあります。こんな風に生垣を設置すると、生垣の周りに石の縁取りがついているように見えるかなと思います。私は普段ハロウィンの柵や洋風の柵をよく使うのですが、その柵が綺麗に収まるように作ってみました。柵や生垣を設置した時によりリアリティが出るかなと思います。並べて貼るとより綺麗に区画を分けることができます。横のラインにマイデザが引けたので、今度は案内所に続く縦の道に敷いていきます。次に使うのはストーンプレートのレフト左側のパーツです。このマイデザインは同じ素材の石で、内側に側面の影の描写を書き込んだパーツになります。さらに道の反対側にはストーンプレートライト右側のパーツを敷いていきます。これも内側に影の描写を書き込んでいるデザインになっています。この3つのパーツなのですが、左右の両端の描写が違うため、こんな風に角の部分に少し違和感が出てしまいます。気にならないという方はこのままでもいいのですが、少し気になるなという方はエンボスパーツを真ん中に一列につながるように敷き詰めてもらうと、この出っ張りの違和感が少し紛れるかなと思います。
こうすると道の区画分けにもなるので、分けた部分に違うマイゲザを貼ったりして道の雰囲気を変えてあげると、より複雑になっていいかなと思います。手前側にも一列に柵を打っていくので、その部分にエンボスパーツを敷き詰めていきます。これで道の端の処理が出来上がりました。さらに案内所とつながる部分にもマイゲザを敷いていきます。家具を片付けて真ん中にエンボスパーツを2つ敷きます。両サイドにはさらに違うタイプのマイデザインを敷きます。ストーンプレートノーマルというエンボス加工のしていないマイデザインを作ったので、こちらを敷いていきます。このマイデザインはエンボス加工の影の描写がない分、このベーススタンドを置いた時にちょうど収まりよく配置することができるかなと思います。こんな風にアイテムの土台が大きめの場合にはノーマルパーツを使うように使い分けていきます。さらに真ん中にはストーンステア、石の階段をつなげていきます。このパーツも同じ石の色に合わせて作ってあります。1マスみっちり埋まるサイズで透過ドットを使っていないデザインになります。下の段にマイゲザの地面を敷き詰めた時にちょうどつながるように作ってあります。パーツ一つでも完結するようなデザインにしているのですが、こんな風に並べたり一列に敷き詰めてみたりするのもいいかなと思います。階段の左右にやはり石のプレートがあるとより収まりがいいかなと思います。今回はより複雑な形にしたいので、この部分もエンボスの石のプレートに変えて生垣を後で打っておこうかなと思います。ここを2マス分開けて、またストーンプレートで区画分けをします。分けた部分の地面をマイデザも貼って違う描写にしたいと思います。区画分けした時にまたこの角の部分のつながりがちょっとうまくいかないかなと気になるのですが、そんな時は一番端っこのパーツをエンボスかノーマルのパーツに切り替えてあげるとうまくつながるかなと思います。案内所前のエンボスパーツと階段の組み合わせが気に入ったので、手前側にも2箇所同じ仕様で装飾をしていきます。こんな感じで石のプレートと階段を使っての装飾が出来上がりました。このまま石畳のしまくりの地面でもなかなか素敵だと思うのですが、ここにさらに今回はマイデザインの地面を貼り付けていきたいと思います。まず一番奥には今回作ったコブルストーンというこちらのマイデザインを貼っていきます。ひし形の石がびっしり敷き詰められた石畳のデザインになっています。色味もこのストーンプレートと合わせたちょっとベージュがかった白い石の石畳になっています。2段目にはこちらのロンバスストーンタイル、このマイデザインを使っていきます。これも石をタイルのように敷いたデザインなのですが、真ん中に黒いひし形のタイルがはまっているデザインになっています。上の段のデザインと大きさがかなり違うのでメリハリが出ていいかなと思って使ってみました。どちらも白っぽい石を使ったデザインでストーンプレートと色味を合わせています。パーツをいろいろ使っているのですが統一感があって違和感なく使えるかなと思います。
地面のマイデザインをほとんど貼り終わったので、今度は柵を打ってアイテムを飾って装飾していきたいと思います。この手押しポンプがあるところにはお花に水をあげに住民さんに入ってきてほしいので、ここはひとまず道を開けて入れるようにしたいと思います。この角の一段上がっている部分はストーンプレートのノーマルのタイプに変えて、サンクスギビングのベーススタンドを置こうかなと思います。2段目のベーススタンドには貝殻のランプ、手前側のベーススタンドには同じ色味のビオトープを置きます。それから地中海風でちょっとリゾートっぽさを出したいので山鳥足を配置しておきます。山鳥足の影もすごく綺麗で、地面に影が落ちている様子が素敵なので大好きなアイテムです。山鳥足の鉢植えを隠すように生垣を設置します。もともとはこのベーススタンドのラインと同じところに生垣を設置していたのですが、よりスタンドや地面の巻いて座をきれいに見せたいなと思ったので、少し一列内側にずらして生垣を設置することにしました。空いているストーンプレートの上に街灯を設置します。こんな風に生垣を設置しているラインと街灯のラインを少しずらしてあげると、よりアイテムが綺麗に見えていいんじゃないかなと思います。メインのこの縦の道が出来上がったので、今度は横の道の装飾をしていきます。同じ柵でまとめてしまうのもいいのですが、少しずつ違う柵を交互に混ぜたりして設置すると、よりおしゃれな感じになるかなと思って気に入っています。この部分は後で違うマイデザインを貼るので、あえて一つ開けておきます。柵と生垣をすべて打ち終わったので、今度はこの横の通りにアンバーストーンという蜜色の石畳のデザインを引いていきます。こちらは何度も人が上を歩いたことで光沢が出るほど磨かれた石畳をイメージして作ってみました。最初に使ったコブルストーンとこのアンバーストーンのマイデザインには透過ドットを使っています。シンプルで落ち着いたデザインなので広い範囲に使いやすいかなと思います。道が出来上がってきたので、もう少し微調整をしていきます。人の出入りが多そうな場所は階段に置き換えておきます。こちら側も住民さんが入ってきやすいように階段に置き換えて開けておこうかなと思います。ひとまず開けていた場所にはゴールドカラーのグレーチングを敷いておきます。排水口の蓋なのですが、こういうパーツが一つ紛れているとより町らしさが出るかなと思います。他のマイデザインに合わせてゴールドカラーにしました。並べて使うとこんな感じです。
せっかくなのでこの部分にもクレーチングとストーンプレートを設置してみます。よりリアリティが出たかなという気がします。一番奥のベーススタンドにはアンスリウムを置くことにしました。水汲みに来た住民さんの足元を照らすようにガーデンライトを設置します。さて最後にこの手前側にも柵を施していきます。今回の動画はいかがだったでしょうか。本当に単純な T 字路でレイアウトとしてもそんなに大変なことはしていないのですが、マイデザインでかなり道の雰囲気が変わったんじゃないかなと思います。気に入った方はぜひ使ってみてください。次回の動画では今回使ったマイデザインのメイキングもご紹介できたらなと思っています。よかったら次回以降の動画も見ていただけると嬉しいです。そして今回の動画の内容やマイデザインを少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録やいいねボタンも押していただけると嬉しいです。今後の制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。